人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、はじめにマイクロライトプレーン中に横断中に遭難する事象とは。マイクロライトプレーンは軽量な超軽量航空機で12人が乗ることができ、エンジンを搭載したものや滑空タイプがあります。多くはレクリエーションや探検のために使用されるため、航行中に遭難するリスクが伴います。特に長距離横断中の遭難は、悪天候、エンジンの故障、燃料不足、または地形の誤認識など様々な要因で引き起こされます。遭難中は自力で脱出する能力が限られ、物資も少ないためサバイバルスキルと冷静な判断が求められます。遭難場所が人里離れた場所であれば救助が困難になり、極端な状況では数日から数週間、時には数ヶ月にわたって孤立する可能性もあります。2、世界各地で実際にあった有名な遭難事例。事例1、アメリカ・アラスカ州2013年。2013年、アラスカで一人の探検家がマイクロライトプレーンで未踏の山岳地帯を飛行中、エンジン故障により山中に不時着しました。厳しい寒さと強風が続く中で彼は脱出を試みたものの、燃料切れと通信設備の故障により位置情報を救助隊に伝えることができず、12日間の遭難を経験しました。救助隊は最終的に山岳エリアの上空から彼の機体を発見し、無事救出されました。事例2、オーストラリアアウトバック2018年。オーストラリアの広大な荒野アウトバックで、観光ガイドがパイロットを務める飛行機が遭難しました。この地域は人口が少なく、極端な気候が続く場所です。飛行機はエンジン停止により砂漠地帯に不時着しました。乗客とパイロットは7日間の過酷なサバイバルを経験し、飲み水の不足と熱射病に苦しみました。最終的にはパイロットが持っていた非常用無線が作動し、飛行経路をたどった捜索隊が発見しました。事例3、アフリカサハラ砂漠2001年。2001年、サハラ砂漠を横断していた冒険家が燃料切れで砂漠に不時着。彼はわずかな水と食料で50度を超える暑さの中を歩いて脱出を試みました。5日目に完全に体力を失い、その後は日陰での待機に切り替えました。8日目に無事救出されましたが、脱水症状がひどく命を危険にさらされていました。3、生き延びた人々のエピソード。1、エピソード1、女性冒険家遭難期間3日。女性冒険家がアメリカ西部の山岳地帯を横断中にエンジンが停止し、谷間に不時着しました。彼女は持ち物を整理し、非常用食料と暖房シートを使いながら3日間をしのぎました。携帯電話の電波が届かないため、発煙筒を使って救助隊にシグナルを送り、無事救助されました。2、エピソード2、若い男性探検家遭難期間5日。アラスカの凍結地帯で遭難した若い男性探検家は、テントと防寒具を使い、雪に覆われた場所で5日間生き延びました。エンジン故障のため飛行機が動かず、彼は焚き火を焚いて自分の位置を知らせました。最終的に炎を目印にヘリコプターが彼を救助しました。3、エピソード3、カップル遭難期間7日。南アメリカのジャングル地帯を横断していたカップルがマイクロライトプレーンで遭難しました。機体が木々に引っかかり、2人は7日間ジャングル内で生存しなければなりませんでした。
携帯していたナイフと小型浄水器で飲み水を確保し、救助隊が無線通信を通じて彼らの位置を突き止めました。4. エピソード4中年男性パイロット遭難期間10日。中年男性パイロットが中央アジアのステップ地帯でエンジン故障に遭遇。彼は10日間、日中の猛暑と夜間の冷気に耐えながらサバイバルを続けました。持ち物には非常食料と衛星電話があり、救助要請が遅れたものの無事に発見されました。5. エピソード5ベテラン冒険家遭難期間12日。経験豊富な冒険家がカナダ北部で遭難し、12日間孤立しました。彼は雪の洞窟を作り、体温保持を図りながら少量の食料でしのぎました。無線が届かず、彼は自力で歩いて移動し、最終的に通りかかった飛行機が彼の位置を確認しました。6. エピソード6高齢男性遭難期間15日。70代の男性が南極近くの凍結海域で遭難しました。彼は持ち合わせた装備とサバイバル技術を駆使し、氷の上で15日間過ごしました。極限の環境下で体力を消耗する中、ついに救助隊が接近し無事救出されました。7. エピソード7冒険チーム遭難期間20日。アフリカのサバンナ地帯で遭難した冒険チームは、過酷な暑さと乾燥に耐えながら20日間生存しました。水源を求めて移動しつつ、チームワークを駆使して持ちこたえ、捜索隊に発見されました。4. 事象を克服する技術と方法。1. 位置を知らせるシグナル発煙筒や鏡など、シグナルを使って救助隊に位置を知らせる。エピソード1の冒険家はこれをうまく活用しました。2. 飲み水の確保。携帯用浄水器や簡易なろ過装置を使って安全な水を確保することが重要。エピソード3のカップルはナイフと浄水器を駆使しました。3. 焚き火で体温保持とシグナル送信。焚き火は体を温めるだけでなく、煙や炎で救助隊へのシグナルとしても活用できます。エピソード2の探検家は焚き火を効果的に利用しました。4. 非常食料の経口長期間のサバイバルには、高カロリーの非常食を持ち歩くことがポイント。エピソード5のベテラン冒険家は少量の食料で12日間持ちこたえました。5. 防寒具とシェルター作り。特に寒冷地では防寒具やシェルター作りが生死を分けます。エピソード4のパイロットは夜間の冷え込みを防ぎました。6. 地形や気候の把握地図や GPS を活用して自分の位置を確認し、救助が期待できる場所を見極めることが重要です。7. チームワークの強化チームで行動している場合は、役割分担や協力が重要です。エピソード7の冒険チームはチームワークで20日間の遭難を生き延びました。5. ユニークな提案と励まし。1. 太陽光発電キットを使って通信機器を充電し続ける。2. 軽量型のポータブルドローンを携行し、上空からの位置確認やシグナル送信に使う。3. カモフラージュネットで身を隠しながらも上空から発見されやすい形にする。このような事態に遭遇したときは、まず冷静さを保ちましょう。すぐに状況を把握し、持ち物を整理し、優先すべき行動を計画的に進めることが命を救います。体力を無駄に使わず、救助が来るまでの準備とサバイバル技術を駆使して生き延びることができます。6. 事象を克服するための技術と方法続き。8. 衛星通信機器の活用。GPS や衛星電話は地上通信が途絶した場合でも重要な連絡手段となります。エピソード4の中年男性パイロットは衛星電話を利用して救助要請を試みましたが、電池切れが課題でした。これは通信機器を持参する際、予備バッテリーやソーラー充電器などの準備が不可欠であることを示しています。9. 地形を利用したシェルターの作成。特に寒冷地や過酷な気候条件の中では、自然の地形や手持ちの道具を利用してシェルターを作る技術が重要です。エピソード5のベテラン冒険家はボンボリスノーケーブを作り、寒さから身を守りました。
この方法は特に雪が多い地域で有効で、簡単に作れる上に防寒効果が高いサバイバル技術の一つです。10、危険動物への対処法。ジャングルやサバンナなど野生動物の多い地域での遭難では、動物への対処も生き延びるための重要なスキルです。エピソード3のカップルはジャングルで遭難した際、ナイフを使って身を守り、焚き火を利用して危険動物を避けました。動物の行動パターンや対策を事前に理解しておくことがサバイバル成功の鍵となります。11、心理的安定を保つためのセルフケア技術。遭難中は精神的なストレスや恐怖が最大の敵となることがあります。エピソード1の女性冒険家は、シェルター内で冷静さを保つために瞑想や呼吸法を使い、自己安定を図りました。自己メンタルケアの技術は、長期の孤立状態で生き延びる上で非常に重要です。12、体力の消耗を避ける戦略的な動き。遭難中に体力の無駄遣いを避けるため、必要最低限の動きにとどめることが重要です。エピソード6の高齢男性は、南極での凍結海域で体力消耗を防ぐため、できるだけ移動せず、風の当たらない氷の隙間で待機しました。このように、救助が期待できる場合は、過度に動き回らずエネルギーを節約するのが有効です。13、水の確保方法の工夫。サバイバル中に水を確保するための技術として、朝露の集め方や簡易的な水蒸留法を知っておくことが有効です。エピソード5の冒険家は雪を溶かして水分を確保しましたが、砂漠地帯などの乾燥地域では、朝露や地面にわずかに残った湿気を利用する方法が必要です。水の確保は命をつなぐ最優先事項であるため、事前の技術習得が大切です。14、通信手段の複数準備。携帯電話や衛星電話の他にも、非常用無線機やビーコンなど、複数の通信手段を準備することが重要です。エピソード2の若い探検家は非常用無線機を持っていましたが、信号範囲が狭いため、焚き火での視覚的シグナルと併用することで救助につながりました。現代の技術を活用しつつ、伝統的なサバイバル技術も同時に活用することが効果的です。15、自然からのヒントを得る。自然環境から得られる知識やヒントも重要です。例えば、鳥の動きや水の流れなどを観察することで、水源の位置や近隣の住民の存在を推測できます。エピソード7の冒険チームは、鳥の飛行経路から近くに水源があると推測し、そこに移動して生存を確保しました。自然のサインを読み取る能力は、遭難時に非常に役立ちます。7、ユニークな提案。1、ドローンを活用した捜索支援。最新の技術を利用し、ドローンに位置情報や救助シグナルを送信する機能を搭載しておけば、広範囲にわたっての救助要請が可能です。特に無線が通じない山岳地帯やジャングルでは、ドローンによるサポートは大きな助けとなります。2、自動的に SOS シグナルを送信するブレスレット型デバイス。遭難者の位置を自動で発信するブレスレット型のデバイスがあれば、意識を失った場合でも救助隊が発見しやすくなります。非常時にはブレスレットのボタンを押すだけで救助要請ができ、現代のサバイバルアイテムとして注目される技術です。3、水分蒸発を利用した太陽光発電ポンプ。乾燥した地域でのサバイバルでは、水分が蒸発しやすい環境を利用して、ポンプ型の浄水器を活用できる技術を提案します。これにより、水のない地域でも水を蒸発させて飲料水を得ることができます。8、最後の励ましとアドバイス。マイクロライトプレーン中の横断で遭難する事態は非常に厳しい経験ですが、冷静さと正しい行動が生死を分けます。まず、状況を冷静に把握し、持ち物の整理と優先すべき行動を考えましょう。飲み水の確保と体温保持を第一に、余計な体力を使わないように注意します。そして、救助のシグナルを常に発信し続けることが大切です。
あなたがこのような状況に直面した時、絶望せずに自分の持つ力を信じてください。過去に数々の人々が極限の状況で生き延びた事例があります。その人々が生き抜いたように、あなたもこの難局を乗り越える力を持っています。自分自身を信じ、前向きに状況を受け入れて冷静に行動してください。そして必ず助けが来ます。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また次に紹介してほしいサバイバルの知識やこんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価、また実際にこの動画人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。ではまた次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。